年2019年、ブルガリアと日本の交流開始110年、外交関係樹立80年、外交関係再開60年の3つの周年であり、二国間関係は伝統的に良好です。二国間発展に深く寄与した歴史人物や事柄を挙げていただけますか？ブルガリアと日本110年に及ぶ長い歴史があります。で、今年はそういう意味では、今お話がありました通り、大変記念すべき年です。で、非常に多くのブルガリアの人たちと日本人が、この両国の友好関係に寄与しています。つい最近、ブルガリア外務省の、外交官であったベラステファノバさんとエフゲニー・カンデラーロフさん、ソフィア大学の先生ですけれども、お二人によって、こういう立派な本が、出版されました。詳しくはこの中に、たくさんの、ブルガリアの人たちとか日本人が紹介されております。私が、個人的に、思うことを述べると、やはり非常に象徴的なのはブルガリアと日本は時代あるいは体制の違いを超えてお互いに尊敬し合い敬愛の念を持ち続けてきた間柄だと思います。特に1979年にその時の皇太子妃両殿下がブルガリアを公式訪問して、ブルガリアの人たちと、楽しく、交流したという、非常に立派な、エピソードがあります。それからもう一つは、それよりも、9年ぐらい前ですけれども、1970年に、大阪で、大阪のエキスポ、万博が、開かれましたけれども、これが、その時の写真ですが、ブルガリアパビリオンで、こちらにその時の天皇陛下と皇后陛下がブルガリアパビリオンを訪問されています。で、何が大切かというと、この時ブルガリアのヨーグルトが初めて日本に紹介されました。で、この時をもってブルガリアのヨーグルトが日本に知られるようになって、そして、ブルガリアの非常に強い、良いイメージが日本に広まりました。で、その後、これも非常に大事な人物ですけれども、ブルガリア出身の、カロヤン・マフリャノフさん、ブルガリア出身の古藤修関、今はナルト親方というマスターになってますけれども、彼がブルガリアのイメージをヨーグルトと一緒にですね、ここにバラもありますけれども、ブルガリアのイメージを日本で、広めた、非常に特筆すべき方だと思います。こういうことで、おかげさまでブルガリアと日本は大変いい、良好な関係を維持してまいりました。どの分野にまだ使い果たされていない、ブルガリアと日本の関係をさらに深めていくポテンシャルが眠っていると思われますか？最近は矢崎、それから住友電装電工が、ビジネスを拡大してブルガリア全土で5つの工場を開設して1万2000人のブルガリアの人たちを雇用して自動車部品のワイヤーハーネスを製造しています。それからゲームソフトウェアの分野では世界の最先端を走るセガーゲームズという会社がビジネスパークソフィアに最先端の最新鋭のスタジオを開設しました。それから食料品メーカーですけれども、全農食品という会社がブルガリアのパートナーと一緒に合弁会社を設立しまして、プロブティフで冷凍寿司、フローズン寿司を製造しています。で、ただ、ブルガリアの自動車関連産業、それから IT ソフトウェア産業の急成長について、まだまだ日本の企業は知らない
と思います。なので、つい最近5月の末ですけれども、経済省の岩野場副大臣や、BCCI の人たち、それからオートモティブクラスターブルガリアの人たちや、あるいはソフトウェアの関係の皆さんと一緒に、ドイツのデュッセルドルフ、なぜデュッセルドルフかというと、ヨーロッパで一番日本企業が集まっている場所がデュッセルドルフなので、デュッセルドルフでブルガリアビジネスフォーラムというのを開催しました。もっと日本とブルガリアとのビジネス、経済関係が拡大してほしいなと思っています。今年2月に発行した日本と EU のエコノミックパートナーシップアグリーメント EPA はそれをもっと後押ししてくれると思います。駐ブルガリア大使として着任される前、はい、ブルガリアはどのようなところだと予想ブルガリアについては先ほどお話ししましたけど、ヨーグルト、それからバラ、ローズオイル、ローズプロダクツ、などなど、とっても良いイメージを持ってましたが、こちらに住んで働くようになって、ブルガリアの人たちの大変温かい人柄、そして豊かな自然に非常に感銘を受けております。それから個人的には私は音楽が好きなので、ソフィア・フィルとか、ソフィア・ナショナル・オペラ・バレエ、大変楽しんでます。ブルガリアを代表する作曲家のパンチョ・ブラディゲロフさんの音楽とか、大変素晴らしいと思いますし、日本ではバイオリニストのバスコ・バシレフさんは大変人気があります。はい、両国の文化は大きく異なりますが、日本とブルガリアの考え方に類似点はありませんか？日本人もブルガリア人も一つ共通しているなと思うのは、常に相手の気持ちとか相手の立場を思いやりながらいろいろ接したりお付き合いをする。そこはとっても似てると思います。ブルガリア人にとって日本は現代性と伝統が混じり合う国で、私たちブルガリア人が知っておくべき今日の日本には他に何がありますか？ブルガリアでは僕は日本のことはよく知られていると思います。日本の伝統文化だったり、日本のポップカルチャーだったり、あるいはハイテクテクノロジー、先端技術についてブルガリアでは僕はよく知られていると思います。毎年日本文化月間が秋にブルガリアで開催されますけれども、今年の文化月間では日本の伝統芸能であります能とか文楽とかアニメが楽しめると思います。で、あえてもっとブルガリアの人に知ってもらいたいものが何かといえば、やっぱり一つは日本の自然の美しさだと思うんです。それでブルガリアの自然も大変素晴らしいですけれども、日本は春夏秋冬四季折々の自然の美しさが楽しめます。冬の北海道オホーツク海では流氷ってわかりますか？氷が流れてくる、そういう本当にこれも非常に綺麗な景色ですけれども、オホーツク海の流氷とか、それから南に行くと沖縄はサンゴ礁に囲まれたとっても美しい海があります。そういう意味で日本は南から北から南まで長い国なので、いろんな自然が楽しめると思います。もう一つは、自然にも関係しますけれども、日本の
お祭りですね。祭り、フェスティバルですね。ブルガリアの、カザンラックとか、カルロゴの、ローズフェスティバルは大変有名で、私も、楽しみましたけれども、日本からたくさん観光客が、訪れます。日本でも、京都だけではなくて、日本の、様々な町や村で、一年を通して、いろんなお祭りが、開催されます。で、外国人の、観光客にも大変、最近は人気があります。これは、去年の文化月間の、パンフレットですけれども、この写真は山形っていうところの、花笠、踊り。花笠という、花笠ってこれが花笠なんですけれども、持って、踊るという、そういうフェスティバルですけれども、こういう、フェスティバル、いろんな、形のフェスティバルが日本各地で、行われますので、ぜひブルガリアからも、たくさんの人に来て見てもらいたい、参加してもらいたいと思います。ご存知のように、今年ブルガリアは外交140年の周年を迎えます。ブルガリアの現代史において、ブルガリア外交が成し遂げた最も意味のあることは何だと思われますか？大変難しい質問なんですけど、ブルガリアはその世界の、歴史の中でも、あるいは、地図を見てもお分かりの通り、大変重要な場所、ロケーションに位置してます。で、この140年を通じて、同じ外交に関わるものとして感じるのは、ブルガリアの外交官の皆さんは、ブルガリアという国、あるいはブルガリア人、ブルガリアの民族のために、最大限、そして繊細な、注意深く外交の舵取りをよくやってきたんじゃないかなと思います。で、最近のブルガリアの外交について一言申し上げれば、ヨーロッパ全体が非常にいろんな問題をね、抱えているこの時期に、去年の前半、2018年の前半、EU の議長国として、ヨーロッパの将来をよく考えて、西バルカンの欧州統合という非常に大事だけれども難しいアジェンダを取り上げて、これをEU の最重要のアジェンダとして取り扱ったという点は、私は非常に称賛に値する立派なことだと思います。で、日本とブルガリアは価値観を共有する国同士として、自由で民主的なヨーロッパ、強いヨーロッパのために、西バルカン協力イニシアチブというのを去年安倍総理が訪問したときにボリソフ首相、ブルガリア政府と一緒に打ち出したわけですけれども、この西バルカン協力を通じた協力をですね、推進していきたいと思います。そういうことを通じて、これまで非常に友好的、そして強固な強い絆で結ばれたブルガリアと日本との関係を一層強化していきたいと思います。ありがとうございました。